沼すぎるこんにちは、ロビンです。テルルだよ。助けてロビエモン。前回の動画でティファのフィギュアを作ってて思ったんだけど、お手手がはちゃめちゃになっちゃうのどうにかならないの？顔と胸以外も見てるんですね。そういう時はこれを使いましょう。デプスマップライブラリー&ポーザーです。なーにこれ？以前コントロールネットという拡張機能をインストールしましたね。アウトラインを抽出してくれるやつだね。抽出した画像のことをディテクトマップと呼びますが、それの手に特化したカタログだと思ってください。なるほど、手のディテクトマップ集だね。今日はコントロールネットでこれを使って AI が苦手な手を修正してみましょう。まず最初にコントロールネットを更新します。 WebUI を立ち上げてエクステンションタブを開きます。チェックフォーアップデートボタンを押してコントロールネットにビハインドと出る場合は古いのでアプライ&リスタートを押して更新します。更新後はブラウザ、プロンプトともにもう一度再起動して最新のコントロールネットがちゃんと機能するか動作確認を行ってください。問題なければデプスライブラリをインストールしていきます。 GitHub 上のジェクソムさんの SDWebUI デプスリブというページにアクセスします。いつものように URL をコピーします。 WebUI のエクステンションタブ内インストールfrom URL タブにペースト。オレンジのボタンを押してインストールします。導入できたら隣のインストールタブをクリックして一覧にデプスリブの名前があるのが確認できたらリスタートボタンを押します。自動的に T2i 画面に戻ります。すると学習タブの隣にデプスライブラリというタブが出現しています。開くとハンドサインのアイコンが並んでると思います。これでデプスライブラリのインストールは完了です。ブラウザ、コマンドプロンプトともに再起動してね。実際に使ってみよう。早速デプスマップライブラリー&ポーザーを使ってその機能を体験してみましょう。これは手の形のディテクトマップをコントロールネットで読み込ませて AI が苦手とする手を補正するために使います。まず最初に T2i で使う場合、結論を先に言ってしまうと T2i での手の補正には限界があります。まず T2i 画面を開いて適当にテンプレ呪文を打って生成します。この時ハイレゾフィックスは使わないでください。これは一度生成した画像を呪文を考慮しながら再拡大する機能なのでデプスリブによる手の補正効果が意味をなさなくなります。ハイレゾフィックスと併用する方法は後ほど紹介します。とりあえずこんな女の子の画像が生成されました。いい形です。ただし右手が崩れてしまいましたのでデプスリブで修正してみましょう。まずリサイクルボタンでシード値を固定しておきます。そしたらデプスリブタブを開きます。オレンジのアッドボタンの下にあるアッドバックグラウンドイメージをクリックします。さっき生成した女の子の画像を読み込みます。もし512以外の解像度の場合は上のバーで調整してください。また背景を間違えて読み込んでしまった場合はリムーブボタンで削除できます。今回は崩れてしまった右手をパーにしてみましょう。左下の一覧からパーの手を選択してオレンジのアッドボタンをクリックします。すると作業エリアにパーが追加されるので大きさを合わせていきます。ボックスの縁を掴んでひっくり返すと左右反転できます。上手に回転させながら合わせていきます。大体で大丈夫です。できたら右下のセンドトゥーコントロールネットをクリックします。ちなみにデプスライブラリからは T2i のコントロールネット0番へしか送れません。それ以外に送りたい場合は一旦保存して別途読み込む必要があります。こんな感じで送られます。あとはいつも通りエナブルにチェックを入れて当然プリプロはなし、モデルはデプスに設定します。これで一旦ジェネレートしてみます。現代アート的な何かになってしまいましたね。ただデプスが強烈に作用しているのがわかると思います。でもなんでシード値同じにしたのに全く違う絵になっちゃうの？それはシード値の固定とは生成に同じノイズを用いるという意味でしかないからです。何もないキャンバスに絵を描いていく人間と違って AI はノイズから不要なノイズを除去しながら絵を生成します。なるほど、だからドローじゃなくてジェネレートなんだね。同じノイズから同じ工程を経れば同じ絵が生成されるはずです。しかし今回はコントロールネットが介入しています。元は同じでも工程が変化するため生成結果も変わることになります。コントロールネットのウェイトを下げてノイズへの介入を弱めてみます。左から強度 0.2 から 0.8 で並べてみたものです。かろうじて手が修正できていると言えるのが強度 0.4 前後でしょうか。それ以上になると介入が強すぎて原画が大きく変化してしまいます。ノイズから生成する T2i では
コントロールネット自体のせいで結果が変化することになるため、手の修正がうまく機能しなくなってしまう。これが先ほど T2i での修正には限界があるといった理由です。じゃあ効果的に手を補正するにはどうすればいいんだい？ノイズから手を補正してやろうとするからおかしくなってしまうわけで、ならばすでに生成済みの画像に修正をかけてやればよいのです。イメージトゥイメージを使えばいいんだ。先ほどの元画像を PNG インフォから i2i に送ります。そして手は DEX ライブラリで一旦保存して、保存したものを i2i のコントロールネットで呼び出します。同じようにプリプロはなし、モデルは DEX に設定しておきます。ついでにアップスケールしてみましょう。解像度を512から1024と倍にして、デノイジングストレングスを 0.65 にします。これでジェネレートしてみます。手がパーになった。若干顔の雰囲気が変わりましたが、手は大幅に補正できたんじゃないでしょうか。うまく修正できないときは DEX ライブラリでほんの少し手の位置を変えてみるとうまくいったりするから、根気よく試してみてね。そして雰囲気をそのままで手だけを修正したい場合はインペイントを使います。これは局所的に i2i を行う機能です。元画像をインペイントタブで開いて、修正したい部分を塗りつぶしていきます。コツはちょっと広めに塗りつぶすことです。こんな感じで良いでしょう。設定についてなのですが、まずは等倍で出してみます。ちょっと手が怪しいね。次に倍の1024で出してみます。おお、こっちはいい感じ。比較してみます。アップスケールした方が仕上がりがいいね。基本的に修正は i2i、インペイントもアップスケーリングを挟んだ方が良い仕上がりになるケースが多いです。ただし拡大しながらのインペイントは黒塗りした部分以外はそのまま引き伸ばされる形になるため、解像度の割にぼやけた画像になるという欠点があります。i2i だと全体の質感が変わっちゃうし、インペイントだとボケてしまう。一体どうすればいいんだ？根本的な解決にはならないかもしれませんが、視点を変えてみてはいかがでしょうか。どういうこと？ i2i で雰囲気が変わってしまうと感じるのは、i2i で手を修正する前の画像を中心に考えているからで、そこからさらに加工を加えるため変わっちゃったと感じてしまいます。確かに。そこで最初から i2i 処理後の画像を生成して、そこを工程の中心と捉えます。そして気に入った画像があったら処理前に戻って修正してくればいいのです。そんなことできるの？ノイズから T2i と i2i をいっぺんに行う方法、ハイレゾフィックスを使います。一番最初のオートマチック1111の導入動画で、ハイレゾフィックスはどちらかというと i2i みたいな機能だと触れたのを覚えていますでしょうか。上級者向け機能って言ってたやつだね。ハイレゾフィックスは T2i で一度生成した画像を呪文を考慮しながらアップスケールする機能です。 T2i の機能として実装されてはいますが、 T2i の後に i2i を行っている、そんな機能です。まずハイレゾフィックスを用いてお気に入りの画像を見つけます。そしたらハイレゾフィックスをオフにして再生成。 i2i の部分で手に修正を加えて戻ってくればいいのです。理論だけだとややこしいので体で覚えましょう。先ほどと同じように T2i にテンプレ呪文を打って女の子を生成するのですが、今度はハイレゾフィックスをオンにします。簡単にハイレゾフィックスの設定項目を紹介します。アップスケーラーはお好みで選んでください。下のリアル S ルガンとスウィン IR が最も高画質とされていて人気なようです。ハイレゾステップは i2i で何ステップの処理を行うかです。デフォルトは0で T2i のサンプリングステップがそのまま適用されます。この画像だと T2i で30ステップ、i2i でも30ステップの処理が行われます。一般的にはサンプリングステップの3分の1から半分程度で十分とされています。デノイジングストレングスはその名の通りノイズの除去強度です。0.5 から 0.7 が無難とされています。アップスケール倍は何倍に拡大するかです。1.5 倍から2倍の範囲で調整してください。マシンパワーがある方は2倍前後が最も高画質でおすすめですが、2.5 倍超えてくると破綻しやすくなるので注意してください。一応任意の解像度の設定もできます。今回はこの設定で生成してみます。いい感じに手が崩れてくれたので、この画像を例に手を修正してみます。まずリサイクルマークを押してシード値を固定します。そしたらハイレゾフィックスを外して再生成します。ハイレゾフィックスを行う前、ノイズから T2i だけを行った状態の画像です。下のボタンから i2i に送っておきます。そしたら DEX ライブラリで手を作ります。できたら下のセーブ PNG で保存します。
I2I タブに移動します。そしてコントロールネットの設定をします。プリプロはなし、モデルはデプスだね。出力設定なのですが、内容をハイレゾフィックスの設定に合わせます。先ほどメソッドを 2M カーラス、アップスケール2倍だったので解像度を1024に、そしてデノイズストレングスを 0.65 に合わせます。これで出力します。私はいいと思う。ちゃんとパーになりましたね。左が T2i でハイレゾ出力一発出ししたもの、右が T2i で通常出力後 I2i で加工したものです。若干質感が変わっちゃうのは仕方ないけど、ハイレゾ前提で終着点が分かってるから、さっきより違和感がないね。人間にとって手は思考を表現する器官です。しかし今の AI では主体の思考まで読み取って描くことができていません。だから手がはちゃめちゃになってしまいます。そこをコントロールネットとデプスライブラリで補正してやるわけだね。構図やモデルによって限界はあるものの、苦手とする手の修正方法の一つとしてとても有用な拡張機能だと思います。よかったら参考にしてね。今回はこの辺りで、また来週。風邪ひくなよ。